皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。現在ウクライナ軍はロシア領へと入り制圧地域を拡大中です。これは非常に大きな出来事なので地上波でも取り上げることが多いのですが、残念ながらその詳細についてはやはり省かれることがほとんどです。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。それでは早速地図を使いながらウクライナ情勢細かなところまで見ていきましょう。地図には戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領。全体の様子としては、ロシア領に入ったウクライナ軍は現在クルスクにおいて制圧地域を拡大中。一方においてロシア軍はウクライナ東部戦線における攻勢を現在もなお継続中で、ウクライナ軍は苦戦しています。ウクライナ軍はロシアの戦時経済を支える戦略資源に対する攻撃を行い続けています。その中でも先日行ったロストフ州にある石油備蓄基地への攻撃はロシアの初期対応が失敗したことにより被害が拡大中です。こちらは2つの衛星写真を見比べてください。左上が攻撃される前の状態。多くの石油備蓄タンクが並んでいます。それが攻撃後の写真が右下。一番右側の列においては一部しかタンクは焼けていませんが、2列目のタンクにおいては全てが炎上しているような状態です。こちらが地上から見た場合、燃え盛る炎の勢いが非常に強く、現地の消防が鎮火を諦めるほどの火の手が上がっています。現場で消火に当たっていたところに火災がさらに拡大したことで爆発も起き、これによって負傷した消防士が病院に担ぎ込まれるといったことも発生したそうです。ただ亡くなった人はいなかったそうです。この石油備蓄基地の被害額はうなぎ登りで、現在のところ鎮火のめどが立っていないことから被害額は数十億円に上るものとみられています。続いてクルスクの戦い詳細図。同じく戦争研究所の発表している地図を紹介します。水色に塗られている部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。現在の制圧地域については、ゼレンスキー大統領が制圧92集落、制圧面積は1250平方キロメートルに上っていると話しています。主に制圧地域が伸びたのは、スジャの南東方向で、この地域のロシア軍は防衛を諦めてどんどんと後退しているようです。この地域は国境から見ても近く、そこにさらに西側からの攻撃とあって防衛態勢を取ることが困難になっていたようです。一方で西側の方においても戦いは進展しています。特に押さえておかなければならないポイントは、セーム川を隔てた南側においてです。このセーム川にかかっている橋3つについて、ウクライナ軍が全て使えないようにしました。いずれの橋においても、ハイマースによる攻撃で、まずは橋桁に穴を開けるなどして、その後で戦闘機からの滑空爆弾攻撃を行い、橋桁を完全に破壊するといったことを行っています。これに伴って、セーム川の南側、面積にして700平方キロメートルが川を渡るための強固な橋を失ってしまいました。前回の動画まではこのセーム川南側の地域におけるロシア軍はおよそ700人から1000人程度だろうという話をしましたが、ウクライナ側の情報としてはおおよそ3000人程度はこの地域にロシア軍はいるのではないかと情報更新されていました。橋が使えなくなったロシア軍はこの後大型兵器による援軍は非常に困難となりました。物資の補給については川に架けた浮き橋もしくはボートを使ってのピストン輸送となります。このため非常に心もとない状態ですから、ロシア軍の司令部がこの地域に対する撤退命令を出すのか、それとも補給が間に合わない中でも戦うように命じるかが注目されています。なお、この地域の包囲が完全に完了しているわけではありません。ウクライナ軍の制圧している水色の地域、そしてセーム川の間にはまだほんのちょっとだけ制圧されていない地域がありますから、ここはまだロシア軍が逃げるのであれば逃げ道は残っているとも言えます。ただしそれは非常に狭い地域であり、ウクライナ軍の攻撃範囲内です。この後ロシア軍は川に仮設橋もしくはボートを使うという話をしました。すでにロシア軍はこうした仮設橋を作る試みを2回行ったと言われています。ただし衛星からも丸見えですし、この地域ではウクライナ軍のドローンが活動していますから、長時間仮設橋を維持することは困難です。例えばその例として、すでにウクライナ軍は浮き橋を攻撃するドローンの映像なども公開しています。
ドローンから出てくる映像ですから残念ながら解像度は高くはありません。ただ、それでも浮き橋を用意しているロシア軍が攻撃を受けているということは映像でも明らかです。このようにドローンで観察、ロシア軍の動きを把握し、また攻撃用のドローンを向かわせるといったことが今の戦場では当たり前のように行われています。この後、この地域に対する死守命令を出すのであれば、ロシア軍は浮き橋を壊されても次を用意するといったことを繰り返しつつ、弾薬類の補給を試みることでしょう。ウクライナ軍もまたそれを遮断するために、この地域への監視と攻撃を繰り返すはずです。なお、セーム川の南側についての広さなのですが、おおよそで東京都23区よりもちょっと広いぐらいですから、これだけの地域がウクライナ軍に制圧されれば、ロシアにとっても政治的な打撃となります。現在、ロシア国内においても、このクルスク州にウクライナ軍がいることは、国営放送でも取り上げられていますから、知らないということはありません。しかもそれが制圧地域を拡大中であるということは、ロシア国民に動揺を与える要素として十分なり得ます。次に、ロシアの戦時経済を支える資金源についてのお話をします。石油備蓄基地に対する攻撃で炎上が続いているという話をしましたが、もう一方の戦略資源である天然ガスについて取り上げます。ロシアから中国への新たなガスパイプライン計画がついに断念。中国へのガス供給を増やす新しいパイプライン、パワーオブシベリア2。プーチン大統領のプロジェクトは長い間計画止まりだった。全長2500キロのパイプラインが通過する予定だったモンゴルは2028年まで国家開発計画にガスプロムのガスパイプラインを含めなかったとサウスチャイナモーニングポスト紙が報じた。ロシアはモンゴルに対し輸送収入に加えて設計容量年間500億立方メートルのパイプラインからガスを受け取ることも提案していた。しかし、モスクワは中国との合意に達することができなかった。パワーオブシベリア2のパイプラインの想定ルートがこちら。点線で書かれているものがそうです。すでに稼働しているパワーオブシベリアその1については、ロシア国内で一旦東へ行き、そこから中国の北東部へとつないでいます。一方でパワーオブシベリア2は、もっとロシアの奥深くからモンゴルを通って中国へとつなぐパイプラインを想定しています。このルートであれば途中モンゴルにおいては設置することによってモンゴル側へと使用量が入り、またガスも一部は受け取れるといったことでモンゴルにも利益があります。しかし肝心の中国に買ってもらう商談がまとまらなかったためにこの計画が凍結されることとなっています。2022年にプーチン大統領は習近平に対しガスプロムが失ったヨーロッパ市場を代替するためロシア産ガスの購入量を年間1000億立方メートルに増やすよう提案した。しかし戦略的パートナーシップとプーチン大統領の北京訪問に関する声明があったにもかかわらず中国は建設にゴーサインを与えなかった。フィナンシャルタイムズ紙によると障害となったのはガス価格だった。中国はガス価格をロシア国内の水準1000立方メートルあたり約60ドルに引き下げるよう要求した。現在パワーオブシベリア1のガスパイプライン経由での販売価格は1000立方メートルあたり260ドル。この260ドルという価格においては中国は拒否し60ドルへと価格改定を行うよう要求したのです。ガスプロムはウクライナとの戦争以来輸出量の3分の2を失い、昨年海外に販売したガス量は1985年以来最低となった。ガスプロムは四半世紀ぶりの年間赤字に転落し、その額は日本円で約1兆円に達した。ガスを販売する機会がなくなったガスプロムは生産量を歴史上最小限にまで削減することを余儀なくされた。2024年上半期には同社のガス事業の損失はさらに4806億ルーブルに達する可能性がある。これは年間約 1.5 兆円赤字のペースだ。さて、中国がこれほど強気の価格交渉に出ている理由というのがあります。まず第一に中国自身のエネルギー政策について、2020年から2035年の15年間で150基の原子炉を新設する予定を立て、2023年時に56基が完成し、27基が建設中です。ガスといえば、一般家庭であれば、調理のために使うわけですが、大口の使用としては天然ガスを用いた火力発電所向けもあります。しかし、発電向けであれば中国は自国に原子力発電所を建てて、これを基礎電源として活用しようとしています。また、
中国経済の停滞に伴って一般的にガスの需要がこれからぐんぐんと伸びるかといえばそうではありません。ですから安く買えるんであれば利用するけれども、安く買えないのであれば別にそれほど中国としては求めていないというのが実情なのでしょう。現在東部戦線においてロシア軍がじりじりと毎日のように前進しているような状態です。なかなか完全に抑え込むことができていません。このようなことになっている原因としては、クルスク州に多くの部隊を派遣し、これの弾薬を確保するためにも東部への割り当てが減ったといったことも現地から問題視されています。ただ、そうは言ってもクルスク州においては非常に広大な地域を制圧していることも確かで、しかもこれはウクライナ本国においては多くの人々を勇気づける行動であると同時に、ロシア国内においてもこの戦争が新たな展開になったことが危惧されています。ですから、ウクライナとしては東部戦線において少々押されても、それでもクルスクにおける戦いのその成果はより軍事的というよりも政治的な効果が高いと見込んでいるのでしょう。なお、現在のところクルスク州における戦いはさらに制圧地域が伸びそうです。今回ご紹介したように、川を一つのラインとしてその南側におけるロシア軍は援軍を受けることも補給を受けることも少しずつ難しくなりつつあります。このような状態ですから、現地にいるロシア兵の士気が崩壊すれば、たとえ命令になかったとしても逃走し始める可能性も出てきています。このような情勢的な完全に不利だなという状況については過去にも発生しました。ウクライナ南部におけるドニプロ川を挟んでの戦いにおいても似た状況がかつてありました。この時、ドニプロ川を越えたロシア軍がウクライナ軍と激しい戦いを行ったのですが、この時ウクライナ軍が取った戦術というのも、ドニプロ川にかかっている橋を破壊することによってロシア軍の退路を断とうとしたのです。この時も援軍や物資の補給に先々苦しむことが分かっているロシア軍は最終的にはドニプロ川を渡っていた部隊に対して撤退命令を出して一斉に逃げていきました。ただしその時、撤退で混乱した一部の兵士たちは逃げるための船やもしくは車両などが用意されていなかったがために装備を全て捨てて服を脱ぎ捨ててドニプロ川をみんなで泳いで渡ったといったこともありました。今回もそのようなことが発生するかもしれません。そしてロシアの戦時経済を支える戦略資源について石油の収入はまだまだあるのでこれを断つのは非常に困難です。しかし一方において天然ガスについてはかなり見通しは暗いと言えるでしょう。まずこれまではガスのパイプラインを使ってヨーロッパ向けの販売を主な収入源としていたのですが、ヨーロッパは他の国に購入先を変えることによってロシアからの購入を断ちました。今でも一部地域、ハンガリーなどを中心として東欧の国の中にはロシア産の天然ガスを買っているところもあります。しかし今回のクルスク絡みで言えばスジャンにあるガスパイプラインの管理センターをウクライナ軍が制圧したので、将来的にはその元栓を閉める可能性もあります。何にしてもロシアのガス販売はヨーロッパ向けがなくなり、紹介した記事にもあるように3分2の販売先を失ったわけです。代わりとしてどんどんと売り込みたいのが中国なわけです。中国とは陸続きですから、ここにガスパイプラインを通じて販売を増やしたかったわけです。ところが中国の方はこれまでのような価格ではなく、もっと極端に値下げしろと要求してきているのです。ロシアとしては販売先を失ったので、たとえ安かったとしても中国には売りたかったでしょう。しかしその値下げ額が限度をはるかに超えていたことから、今回話はまとまらないことになってしまいました。中国の求める価格であればガスパイプラインを工事して、しかもそれを維持しつつ安値で売り続けるというのはもはや労力に見合わないと考えたのでしょう。これに伴ってガスを売るにしても今度は液化天然ガスにしてこれをタンカーで運ぶといったことを行わなければならないのですが、液化天然ガスの運べる船は世界的には別に余っていませんから、その船を発注するところから話を進めなければなりません。非常に時間のかかることとなり、ガスプロムはまだまだ赤字を垂れ流しながらの経営が続くこととなります。というわけで今回のウクライナ情勢についてのお話はここまでです。最後に少しだけ余談を。ここ最近メンバー向けの動画として一般公開しているウクライナ情勢の動画に少し手を加えたものを投稿し始めました。これまでメンバー向けの動画といったものを主には作ってきていませんでした。というのも、
私の動画作成能力はかなり低い方で、1日1個できたら万々歳といったような感じなのですが、しかし、ウクライナ情勢を取り上げるときに動画をつけると広告停止される確率が非常に高く、仕方なく静止画に差し替えていることが多かったです。一方において広告が停止されるのであって、あくまでも YouTube として投稿してはいけないと言われているわけではありません。ですから、動画を引用したものについてはメンバー向けにして、一般公開向けは静止画に切り替えるといった一本の動画なんだけども、その中身について少しだけ手を加えるといった形で、メンバー向けと一般公開用の動画を少し切り分けながら動画を作成していこうと思います。ちなみに私は YouTuber ですが、どのくらいの収入を得ているかについては過去動画でも触れているので、ぜひともどのくらいのものかなというのを見ていってください。生活する分には全く困らないのですが、少なくとも大儲けしているといった YouTuber ではありませんので、活動を応援してくれる方がメンバーになってくれると嬉しいです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、この動画で国際情勢についての情報更新をしていってください。そして情報の更新、整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にお勧めしたり、またメンバー登録もしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。